どうも、ダイキングです。本日も動画を見ていただき、ありがとうございます。今回、Apple の初売りのね、詳細がようやく出てきましたので、これがお得なんじゃないかなっていうところ、製品とですね、事前にやっておくべきこと2つ、簡単にお得に買える方法をご紹介したいと思います。初売りの注意点とかもあるので、これミスると、みたいなことになっちゃう注意ポイントとかもお話ししたいと思いますので、ぜひ最後までチェックいただければと思います。初売りね、これかなり、やっぱお得だと思うんで、年に1回しかないんで、詳細を見ていきます。サイトの方に行っていただくと、天にも昇る嬉しさをっていう感じで、この初売りの出てますね。辰年なので、辰がございます。今回2日からですね、2日まであるのかな。だいたい2日間なんですけど、今回なんで、合計2、3、4、5なんて4日間あります。で、最高3万円分のギフトカードですね。Apple のギフトカードがお年玉みたいな感じで、ついてきます。あと今回、特別なこのエアタグですね。去年もあったんですけど、対象の iPhone 購入者先着、5万名に対してこのエアタグ、辰年のエアタグが渡されます。無料でね、プレゼントされます。で、下取りとか生活払いとかも対象になりますので、なんで教職員ストアとか、学生の安く買うとか以外は全部対象になりますので、はい。で、細かいところちょっと後で見ます。今回、対象商品を見ていくんですけど、まずこの iPhone ですね。iPhone 14、13、iPhone SE です。ギフトカード最高が1万1000円分。で、これ iPhone 14プラスも対象になってました。細かい金額は後で見ます。この iPhone、14、13、SE ですね。14プラスも対象ですが、その対象の iPhone が5万名様に買うと、辰年のエアタグがこれついてきます。定価4800円ぐらいだと思うんですけども、Amazon に4000円ぐらいかな。下取りとか、さっき言ったようにこの分割払いもね、できますので、金利 0%、24回払いぐらいまでいけると思います。ペイディね。こちらも対象になります。もちろんね。あと、Mac が、今回 MacBook Air ですね。と Mac mini。確かM1 と M2 だと最高3万円分。これ結構でかいと思います。詳細ちょっと後ほど見ますが、MacBook Pro とかは今回対象外にはなっておりますね。iPad がですね、今回最高1万5000円分というところで、iPad Pro、iPad Air、で iPad10 世代も、ね、対象になってます。iPad mini もそうですね。なので iPad の9世代とかは対象外になってますが、それ以外全部対象になってます。はい。これなかなかいいかなと思った。はい。で、Apple Watch は、これ多分去年同様だったと思うんですけど、Apple Watch の SE のみですが、シリーズ9とか対象外ですね。ただ、もともと値段が安いので、6000円分だったら結構いいんじゃないかなと思います。AirPods もね、対象1万2000円分で、AirPods 第2世代、第3世代、AirPods Pro もね、第2世代も対象になってます。はい。AirPods Max も対象なんだけど、ちょっと後ほど見ますけど、個人的に多分この AirPods Pro が一番いい気がします。今回多分一番売れそうな人気になるんじゃないかなっていう AirPods Pro ですね。TV ホームっていうことで、Apple TV 4K とですね、ホームポットも、これ新しくね、今年出たやつかな対象になります。これもあんま珍しいんでね、結構。ホームポットとか意外と狙い目かなと。この Apple TV とかも思います。8000円ぐらいついてくるんで、あとこの Beats 製品もですね、ほぼ対象じゃないかな。スタジオプロとか、これヘッドホンですね。ここら辺ヘッドホンとか、イヤホン、Beats Studio Buds とか、これも対象になってるんで、後ほどちゃんと見ますけど、で、あとアクセサリー類もですね、最大8000円分ってことで、マジックキーボードとか、マジックキーボードフォリオ、iPad のやつかな。はい。で、Apple Pencil 第2世代、スマートキーボードフォリオとかもあるので、これアクセサリーもね、ちょっと見たいかなと。実際の金額とかどれがいいのかなみたいなところをね、見たいと思います。モデルとかもね、解説するんで、お申し込み条件、利用規約っていうページがあるので、これが詳細書いてました。4月2日から5日に日本の直営店の Apple Store、apple.com.jp、Apple Store App で購入された場合ですけど、このね、注意点、AirTag の注意点なんですけども、対象となるこの iPhone ですね、iPhone14、14プラス、iPhone13、13、SE、追加の費用を支払うことなく、スペシャルエディションの AirTag。さっきの辰年のやつを受け取れるんですが、在庫なくなり次第終了で、注意なのが対象の iPhone をApple Store のアプリ、Apple Store App っていう、iPhone のアプリですね、上で購入されたお客様は、対象外になります。なんで多分ギフトカードはついてくると思うんですけど、この AirTag は対象外になっちゃうんで、アプリ上で買わないポイントですかね。サファリとか、Google とか何でもいいんですけども、パソコンで買うとかがいいと思います。これ注意です。アプリ上で、iPhone をね、買うと AirTag もらえなくなっちゃうんで、購入手続き完了後にお申し込みいただくことはできないっていうね、ご注意ください。ということで、いくらぐらいもらえるのかと。iPhone 14、14 Plus は1万1000円ってことで、一番高いのかな。で、iPhone 13が、8000円になってます。で、SE が4000円ってことで、個人的には14かな。プラスでもいいような気がします。正直ね。ただ13と14ね、ほぼね、ぶっ
ちゃけ変わんないんだよね。このストアってとこはね、結構わかりやすいので、今もちろん15、15プロとかが最新なんですけど、13と14ってね、ほぼ正直ね、変わんないんですよ。プラスは画面がでっかくなっただけなので、バッテリー時間がね、長いです、その分ね。なんで好きなカラーとかがあれば14とかでもいいのかなと思います。ただ13とかもね、ほぼ一緒なんですよね。見た目も変わんないし、色が違うぐらいです、正直。特に好きなカラーがこっちにあれば13で僕はいいかなと思いますね。SE はちょっとどうかなっていう気はするけど、エアタグ欲しかったら SE かなみたいな。で、今回あと iPad も対象になってまして、iPad11 インチ、iPad Pro か。Pro も対象で15,000円。これ結構いいなと思った。で、あと iPad Air ですね。もう11,000円。iPad mini と iPad10 世代もね、8,000円ってことで、どうだろうね、プロがなんか良さそうな気はしますが、Air も結構11,000円もらえるからな。ありな気はします。プロが今 M2 かなもう乗ってて、11インチプロモーションとかありますけど、でっかい12とかね。エアーもでもね、これ9万するからな。1万円還元は結構でかいなと思います。エアーでいいような気がするが、10世代ね、どうですかね、これね。使いやすいっちゃ使いやすいけど、USB-C にはなってますからね、これね。9世代は今回対象外にはなってます。これでもライトニングだね。iPad mini が個人的には一番良さそうな気がしますね。ただ用途にもよるので、コンパクトで使いやすいっていう感じございますね。今回 MacBook がAir が13インチの M1 と M2 ですね。M1 で2万円分と M2 が2万6,000円分なんで、これかなりね、15インチで3万円分で、Mac mini もですね、15,000円分ということで、かなりお得感はありますね。全部なんで M2 までかな。Mac mini もそうだと思うんで、これはかなりね、いいですね。正直全部いいけども、おすすめはでも M2 かな。でも M1 でも全然、そろそろ4年ぐらい経っちゃうからな。どうかなっていうところはあるが、性能的には正直全然これで、いいかなと思うけどね。昔のこのちょっとデザインだけど、先が尖ってる感じのM1 か、選び方ちょっと動画で解説してるんで、それ見てもらうのが早い気がしますけど、僕はこの M2 をね、使ってます。薄くてなんかね、可愛くなったみたいな。っていうのはもちろん M2 の方がいいんだけど、そこまで大差ないかなと思います。普通に使う分には。で、15インチは、でっかい画面ですかね。なんかあと Mac mini も、自宅で使うのはこの Mac mini が一番ね、コスパはいいと思うんで、M2。Mac mini ありだな。84,800円だし。で、M2 チップ乗ってるから。2 Pro もなんで多分対象なんじゃないかな。Apple Watch はこの SE だけですかね。ありっちゃありだけどな、結構。6,000円でしょ。Apple Watch SE 狙ってた方はありなんじゃないかな。一番この今、廉価版のやつですかね。ぶっちゃけこれでいいからね。34,800円で6,000円なんで、実質2万円台とかでね、新品買えちゃうんで、ありでしょう。シリーズ9じゃなくてもね、全然いいと思います。で、AirPods もこの第2世代、第3世代ね、これ多分うどんのやつかな。うどんと、ちょっと短くなったタイプと、一番今回やっぱ AirPods Pro のこのね、第2世代がいい気がします。8,000円。これだってめっちゃありじゃね？かなりだって還元いいと思いますよ、これ。これノイズキャンセリングついてない。2世代はちょっとな、もう古いかな、本当に。AirPods Max はそもそも高いんで、ちょっとどうなのかなっていうね。USB-C になったし、この AirPods Pro。8,000円はでかくないか。3万ぐらいで買えちゃうんで、これはかなりありでございます。で、Beats はちょっとめんどくさいがっていう。スタジオプロは割とありな気がしますけどね。8,000円。ヘッドホン。ソロ3、あとそうか、パワービーツはね、ちょっとごついんだよな。スタジオバッツプラスあたりも、結構 AirPods Pro とかに近いので、いいんじゃないかなと思うけどね。これビーツはあったかな。このスタジオバッツとかは結構ありな気がしますね。ビーツスタジオプロ、ヘッドホンがあるんですけど、これですね。スタジオプロは結構、いいと思います。なんか AirPods Max の廉価版なイメージ。あとApple TV 4K ですかね。割とありな気がする。4,000円と、あと iPad Pro のスマートキーボードと iPad Air か。どっちもいけるやつか、スマートキーボードフォリオ。で、あとマジックキーボードかな。ホームポットも結構ありな気がするけどね。正直ね。ちょっと結構音いいですかね。で、マジックキーボード、ペンシルとかね。これ狙ってた人はいいんじゃないかな。スマートキーボードフォリオどんなんだっけ。これ10世代。マジックキーボードはね、バカ高いんでね。4万すんのか今。マジックキーボード。8,000円か。率的にはそんな高くないようなツールが。でも 20% ぐらいあるのか。Apple TV 意外と僕おすすめだけどな。テレビに iPhone 映すみたいな感じです、正直。すごい。おお。これですね。これテレビにつなぐだけなんで。これね、UI 美しくて。iPhone の画面パッてね、AirPlay で映したりとかできるので、こういい。ホームポットつけたらもうこんな感じになります。話のわかるリモコンです。わかりやすいな。カラーバランスとかね。4K で全然いいと思うな。これで。はい。イーサネットじゃなくても。
でございました。まあ気になるものあればぜひね、コメントいただければと思うんですけども、あとまあ事前準備のところなんですけど、2つ。まずこの Apple ギフトカードをね、買っておくっていうね、ところでございます。これ、まあ自分用にも買えるので、まあギフトで買ってもいいんですけど、こまごまね、買っていくとポイントがつくんですよね。はい。ちょっと今僕の場合ね、上限ね、使っちゃったんで、通常多分ね、7倍かなこれ。7倍か大体8倍ぐらいつくんで、まあ1万円で大体700から800ポイントぐらいつきます。僕の場合だと。これちょっと人によるんであれなんですけども、まあ普通でもこんな還元ないので、買っといていいかなと思いますね。ちょっとずつこう買っていく。ただ初回購入45日までは、これ1万円っていうね、上限があるので、まあちょっと1万円買っといてもらって、また、買ってない方はですね、46日以降1万円以上もこう買っていけるっていう感じになりますので、上限はあるので、まあ徐々にこう買い足していくみたいなのがいいと思います。まあ結構簡単でございます。で、あと今回ですね、この楽天リーベイツっていうところで、初売りと、で、経由して買うと、まあ 3% 還元なんですよ。で、事前エントリーっていうのがあって、これ僕もちょっとエントリーしてるんですけど、謎に1%還元っていうね、よくわかんないんだけど、なんで4% 還元かな実質 4% 還元で、しかもギフトカードもちろんもらえるんで、まあ、エアタグもね、まあ、iPhone だともらえるんで、これはめちゃくちゃお得だと思います。4% だとどんぐらいもらえるんだろうね。10万円だと4000円ぐらいはもらえると思うので、4000ポイント結構でかくないですか地味にね。まあ、iPhone とか買うと結構いくと思うんで、iPad Pro とかね。これはね、絶対やっといた方がいいと思う。で、1月ね、全エントリーは、まあ、エントリーしなくても 3% もらえるんですけど、1月1日の、まあ、23時59分ですね。始まる直前まではいけるので、これはやった方がいいと思う。これめちゃめちゃお得だと。実質ね、20% ね、25% 還元ぐらいになるかもしれない。ものによっては。はい。4分の1ポイントで返ってくるみたいな感じです。まあ、なので、このですね、公式インフルエンサーなので、実は。まあ、だから別に何なんだっていう感じなんですけど、で、こちらから、まあ、エントリーしてもらって、まあ、3000円以上ですね、この楽天リーベイツ、まあ、楽天リーベイツとこう経由するとポイントがつくっていうねシステムになってまして、まあ、例えばなんで Apple だとこれ多分ねもうログインするだけです。楽天の ID で楽天 ID 入ってこうストアに進むっていうのがあるので、まあ、もちろん新しい製品とかね対象外にはなるんですけど、まあ、初売りのやつは多分全部対象じゃないかな。はい、あと進んでもらうとこのままあと Apple ストアに飛ぶので、あとはもうそのまま買い物するだけになります。はい、以上です。正直言うと。ですので、これ初回登録で限定ですね、まあ、この公式インフルエンサーのリンクからだと600ポイントさらにもらえると。めちゃくちゃお得ですよね、正直ね。羨ましいわ、これ。ただ、30日以内で3000円以上、税別でお買い物が必要なので、まあ、一旦登録しておいてもらって、初売りの時にこう、バン買ってもらえればいいんじゃないかなと。スムーズにね、買えると思うんで、そしたら当日。で、エアタグもね、結構まあ去年はでも3万個だったのかな。ちょっとまあ増えてますけど、結構すぐなくなっちゃったりはするんで、割と1日か2日ぐらいで多分なくなるんじゃないかなっていう気がするんで、準備しといて早めに買ってもらうのがいいと思います。はい。まあなかなかね、ここまでですね、お得に買える時期ってなかなかないんじゃないかな、Apple 製品をこんなに。はい。まあ、この 4% と、まあ、ギフトカードと、あとまあね、iPhone だとエアタグも買えちゃうんで、もらえちゃうんで、これはね、ぜひうまい感じにね、駆使して買ってもらえばと思います。はい。あ、そうだ。あとギフトカードもね、事前に買っておけば、さらにポイントバックされるというね。これなんでまあ9万円分とか、まあ10万円分ぐらい買っといて、すごいよね。そしたらもうそれだけで多分僕の場合だと7000とか8000ポイントぐらい返ってくるんで、そう考えるとやばいな、還元率。30% ぐらいなんじゃないなんでぜひチェックしてみてください。で、iPhone とかは、まあ普段はこうね、レビューをやってるんで、ちょうどね、これちょっとまず滑っちゃったけど、まあこの選び方みたいなところね、ちょうどこの標準モデルね、やっておりますので、まあ、ホリデーセールはいいか。iPhone のアクセサリーとか、まあ、iPhone、まあ、15とかのレビューをやってるんで、14 Pro からの違いとかね、15 Pro もあるんで、チェックしてみてください。この安く買う買い方みたいなところもありますので、Be My Mac おすすめです。Mac のアプリ。あとまあコミュニティ欄で適宜発信してるのでチェックしてみてください。お得情報。こういうリーベイツ 6% だったかな一瞬ね。はい。まあ少しでも役に立ったなと思ったらぜひ高評価とチャンネル登録お願いします。ということでまた次回の動画でお会いしましょう。良い年末お過ごしください。じゃあまたね。いや、これはね、本当にお得だと思う。こんな還元なかなかないから普段。これはお得ですよ。こういう時に Mac とか買ったらやべえな。